皆さんこんにちは。スイスポゴルフのミッチーです。前回の動画ご視聴ありがとうございました。前回の続きなんですけれども、福岡までスイスとスポーツを取りに行ってですね、その帰りの道中の動画でございます。前回の動画で下関ですね、関門海峡を渡ったところまで動画では行ったと思うんですけれども、この先ですね、中国自動車道を行くのか山陽道を行くのかという選択肢があると思うんですが、中国道がですね、風なのか事故なのかであまり進みが良くないということで、山陽道をこのまま進むことにしました。中国道の方が車が少ないのかなと思っていたんですけれども、山陽道も結果すごく走りやすくて楽しかったです。意外とですね、左車線ですねを走ってる皆さんも結構スピードが出ていたりっていうのもあって、なんか関東とはちょっと違う雰囲気のドライビングが楽しめたかなと思います。でこの後ですね、Amazon とかでいろいろ買ったものがあってですね、それをちょっと紹介しながら、いろんなところ、各地いろんなところっていうのをご紹介できればと思います。事前にですね、皆様の動画だったりウェブでいろいろ調べてですね、これが必要なんじゃないかというものは事前に買ってました。でこれがドラレコのステーですね。で前乗ってた車につけていた時はもうネジで樹脂のところにもつけてしまってたんですけれども、スイスポだとそこではなくってこういう付け方がいいんじゃないかっていうのを紹介されている方がいてですね、確かミスターサテンさんだったと思うんですけれども、皆さんご存知だと思うんですけれども、このブラケットを紹介していってすごくこれは使いやすそうだなということで購入しました。値段も安くてよかったです。でこれが次が目玉の一つではありますね。アトと S8、プレミアムですね。で結構皆さんご提供を受けて PR の動画で出されている方も多かったんですけれども、とはいえすごく10インチっていう大きさがいいなっていうのと、あとはやっぱり Android のナビゲーションということでその他の機能の充実のさせ方っていうのがアプリを入れればどうにでもなるというところが魅力的で購入しました。でブラックフライデーで今3万7000円ぐらいだったと思うんですけれども、同じぐらいの値段で買えたはずです。コスパめちゃくちゃいいなと思います。で取り付けの動画はですね、また後日どっかで出せたらと思います。取り扱いはいろいろまだ試行錯誤中ですね。なかなか Android に慣れてないというところで難しさはありますが、すごくいいナビゲーションだと思います。そうこうしているうちにですね、宮島サービスエリアが近づいてまいりました。ここまで150キロとか200キロくらいですかね、ちょっとわからないんですけど、結構あっという間に着きました。お昼前に出てで、ちょっとお腹空いたねっていうぐらいに着いたので、そんなに時間経ってないのかなと思ってます。で宮島サービスエリアなんですけど、サービスエリアって結構大きいイメージがあったんですけど、結構ですねコンパクトな、サービスエリアでした。でレストランが一つあって、でこうなんていうんですかね、イートスペースがあるような、飲食店も一つあって、であとはお土産がたくさん売っててですね、もみじまんじゅうたくさん売ってて嬉しかったです。で久々にですね広島来たんですけど、初めて見るもみじまんじゅうもたくさんありましたね。でここでですね車止めるんですけど、なんと目の前に同じ白いスイフトスポーツがいるんですね。これ客観的に見てもですね、やっぱスイフトスポーツってかっこいいんですよね。いやー、いい車です。で宮島でですね、ちょっと、広島っぽさを求めてしまったがゆえにですね、こんなものを買ったんですけど、穴子いなり、炙り穴子いなりで、このイカ天、酸っぱいイカ天入ってるやつ、あとカープカツ、ガンス、もみじまんじゅうとお好み焼き、美味しかったです。そしてですね、いろいろマスキングテープとか工具とかも買いました。
初めてですね車で、自分で何かをやるっていうのってそんなになかったですね。前の車だとそのドラレコとかシガーソケットから電源取ったりっていうのもあったんで簡単だったんですけど、ホーンを変えるのにバンパー外したみたいな、それが一番大工事ですかね。あとライト変えたりとかっていうのをやってたんですけど、今回アトトのナビをつける上でギボシ加工とかは絶対必要になるだろうということで、実家にはねあったんですけど初めてこのツールを買いました。でもう一つ絶対に必要なのがこのソケットレンチですね。もうこれちょっと届いた時にめちゃくちゃテンション上がりました。なんかこういう工具って本当楽しいですよね。でやっぱりこのソケットをつけるっていうのがなんかすごくワクワクするというか、で今までやっぱりこのカチカチするやつめっちゃ気持ちいいですよね。なんかこれがもう楽しくて仕方ないです。で今これ僕見てて初めて気づいたんですけど、このドライバーみたいなやつにくっつけても使えるんだなっていう初めて知りましたこれ。っていう感じでまだ素人ではあるんですけど、こういうのをねいろいろ使ってやっていきたいなっていうのはもうワクワクが止まらないなという感じで、岡山に着きました。岡山ロールっていうねロールケーキの中にきびだんごが入っているということで食べさせていただいたんですけれども、なんか不思議なもちもち感があってとても良かったですね。で岡山といえば、桃太郎ですかねやっぱり。ということでこの顔はめですね、はめなかったんですけどね、可愛らしい。なんか前通った時上りですかね下りどっちですかね、でっかい桃太郎がいた気がするんですけどこっちにはなかったですね。購入したものに戻りますが、さっきのソケットのセットは3000円ちょっとですね。でこのバックランプ、これもですね、いろんな方がおっしゃってて、ミスター3点さんもおっしゃってたかな、バックランプがもう異常に暗いので見えないということをおっしゃっていたので、これはやっぱり早めにですね買って早めにつけた方がいいんだろうなと思って事前に買いました。ちょうど今この収録してるタイミングがブラックフライデーなんですけど、その前にですね Amazon でまた安くなんかいろいろ売ってるタイミングがあったので、その時に買いました。でこのゴミ箱がですね本当にシンデレラフィットだと思ってまして、ちょっと入れるところに角度がついてるんですけど、この角度とドア側のドリンクホルダーに入れた時の角度がですねめちゃくちゃ使いやすくて、見た目もすごくいい感じに収まっているので、これは皆さんにもねおすすめしたい商品です。なんて言ってる間にですね日が暮れてきまして、もう多分そろそろね兵庫県に入っていて神戸が近いんじゃないかなっていう感じだと思います。で前の車がですねおそらくスイフトスポーツで勝手にランデブーさせてもらっていました。お互い意識してることはねないとは思うんですけど、こっちは勝手に意識してですねずっとついていっちゃいましたね。やっぱりさっきも言ったんですけど客観的に見ててもかっこいいんですよね。なんかずっと見てたいなっていう大きい銀色の液体積んでるタンクローリーみたいな後ろにつくとですね自分がずっと映ってるんですけど、自分の車があれを見てるのはね前の車からもずっと好きでですね、今回あんまりそういう機会なかったんですけど、またね銀色のタンクローリー見つけたら後ろにつけてずっとくっついてたいなと思います。はい、ちょっと話それましたが、スマホホルダーですね。こちらもミスターサテンさん多分ご紹介してました。丸型のところにですねキュッと握ってパッと開いて逆バサミするみたいな感じのものなんですけど、これが本当に安定感があって良かったです。ただトップの部分はですね私ちょっと合わなかったので前使ってたものを入れたような感じですね。でお値段もリーズナブルですごくいい商品だなと思います。はい、で次の商品がエーモンのフロアマット関連ですね。静音計画のもろもろフロントと、そのリアの座席の部分
と、ラゲッジにですね入れるものをそれぞれ買ったんですけど、まあやっぱりロードノイズ結構気になるっていう方も多かったので、一応買いました。で、この後ですね実際つけた映像との比較とか動画をまた出せればなと思うんですけど、実際比べてみないとわからないのと、僕がちょっと鈍いんですがね、そんなにそもそも気になってなかったっていうような感じですね。結構あれですね、夜もちょっと闇が深くなって、ここが、宝塚北サービスエリアだったと思います。なんかすごくおしゃれな建前のサービスエリアでした。で最後今回の動画では最後のご紹介なんですけど、キーホールカバーですね。お値段ちょっとしたような3000円ぐらいでしたかね、したんですけど、なかなか使わないじゃないですか、この鍵っていうところが、パッとこう磁石でピッとくっついて隠れるっていうのはすごくいいなと思ったので、皆様にもおすすめしたい商品ですね。他にもですねいくつかまだ買ったものあるんですけど、結構動画長くなっちゃいそうなので一旦ここで動画締めようかなと思います。でここのですね宝塚北ではですね、なんかここのサービスエリア限定のなんかケーキ、チーズケーキみたいなのが確かあって、それも食べたんですけどめちゃくちゃうまかったです。でもう一個おすすめなのが皮がこうパリッとクッキー生地みたいになってるシュークリームもあったので、ぜひですねそれも食べてみてください。めちゃくちゃ美味しかったです。ですごくたくさんの方にですね動画見ていただいて、なんかコメントもたくさんいただいて本当にありがとうございます。なんかとっても楽しいなと思いました。なんかまだまだこうなんですかね、確信に迫るというか、まだこう道走って紹介してるだけの動画ではあるんですけど、これからですね物をつけたりとかそういう動画も上げていこうと思いますので、引き続きまったりとですねお付き合いいただけたらと思います。でゴルフ全然出てこないかっていう感じなんですけど、練習風景も撮ったのでそのうちアップさせてもらいます。